皆さんこんにちは。オランダ移住チャンネルです。私は以前転勤で6年間オランダに住んでおりましたので、今回はオランダ移住のメリット10選をお伝えします。以前のオランダ移住デメリット4選も合わせてご覧ください。オランダ移住チャンネルではオランダ移住に役立つ情報、オランダのグルメ、旅行、イベント情報などを投稿しているので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。個別登壇も実施しているので、概要欄の LINE リンクから友達追加をお願いいたします。まず地図上でオランダの位置を見てみましょう。東にドイツ、南にはベルギーと接していて、車で 1,2 時間で簡単に行くことができます。車で3時間、世界遺産のケルン大聖堂は必見。車で2時間、ベルギーの首都ブリュッセルの世界遺産グランプラスの広場では2年に一度フラワーカーペットが行われます。また、デンマーク、フィンランド、スウェーデン、ノルウェーなどの北欧には飛行機で2時間以内、北欧も見どころ満載です。西のイギリスは飛行機で50分ほど、南にはイタリア、フランス、スペイン、ポルトガルなどのラテン系の国々にも容易に行くことができます。LCC が発展しているので、片道5000円程度で行くことも可能です。また、さらに東に行けば、トルコ、イスラエル、ヨルダンなどの中近東の魅力的な国々にも、日本人ならビザなしで行くことができます。ペトラ遺跡でインディ・ジョーンズになろう。一生に一度は視界で浮いてみたい。さらには、エジプト、チュニジア、モロッコなどの北アフリカは比較的治安が良く見逃せない世界遺産がたくさんあります。ピラミッドとスフィンクスは絶対見たい。ジャマエル船広場で飲む紅茶は最高です。また、アパルトヘイト時代、オランダは南アフリカを統括していたので、今でも KLM 航空でヨハネスブルグやケープタウンへの直行便があり、時差なく行けますので非常に便利。ヨハネスブルグは治安が悪いのでお勧めしませんが、ケープタウンはサンフランシスコのような街で希望峰やワイナリー巡りなど最高です。このようにオランダを起点にして考えると、東西南北すべてに魅力的な国々があり、安く容易に行くことができるので、旅行好きには最高のメリットとなります。世界幸福度ランキングではオランダは5位、上位のほとんどは北欧の国々です。残業はなく、毎日6時には家族で夕食をとるオランダ人は年収も高く幸福度が高いです。個人の自由が尊重されるので好きなことができるというのもいいですね。また、ユニセフの調査ではオランダの子供は世界一幸せで恵まれているとのことです。ドイツ発祥のイエナプラン教育が充実していて、異なる学年でクラスが構成され、年上の子が年下の子に教えます。小学校では宿題はなく、塾もなく、公立の学校であれば大学まで無料です。ただ、日本の教育の方が優れているなぁと感じることもあるので、別動画で説明します。オランダに移住すると、ゆったりとしてストレスが少なく健康に暮らすことができると思います。風車や牧場など、のどかな田園風景やチューリップ畑、綺麗なレンガ造りの家並みと運河など、癒される風景を毎日見ながら暮らせます。また、オランダは高層ビルが少ないので空が広く感じます。東京住まいでは得られない開放感、癒され感が半端ないので最高です。ただし、店舗は基本的に夜6時には閉まり、冬は寒く雨ばかりなので寂しく感じることもあります。1912年の日蘭条約が100年経った現在でも有効という判決が2012年に下され、日本人はオランダで最恵国待遇を受けることができると改めて認められました。オランダは日本人が最も簡単に就労ビザを取得して起業できる国です。2012年までオランダ在住の日本人は6000人程度でしたが、この判決以降、オランダで起業する日本人が増えて、2022年現在では日本人は1万人を超えています。私のような企業から派遣される駐在員は、どの企業でも年々減らしているので、この約4000人の増加の多くは個人事業主ではないかと思います。そしていくつか条件はありますが、連続してオランダに5年間住むと永住権がもらえます。EU 全体で有効な永住権も取得できるので、ビザが取りやすいオランダにまず住んで、5年後に EU 圏内の住みたい国に移住するというのもありだと思います。私だったら、スペインの美食の街、サンセバスチャンや、ビールが美味しく、物価が安いチェコ、海が綺麗なクロアチアやマルタに横移動したいですね。
これはあまり知られていないオランダ移住のメリットの一つですが、スポーツや芸能で著名な日本人に会いやすいです。まずロンドン在住の日本人は約6万人、パリには3万人の日本人が住んでいます。そのため、ロンドンやパリで日本人の芸能人がコンサートを行っても規模が大きくて直接会って話すことはまず不可能です。その点、アムステルダム在住日本人は2000人程度、ボランティアで手伝ったり、楽屋に行けば本人に直接会うチャンスがあります。2009年6月、アムステルフェーンで行われたジャパンデーに佐渡ヶ嶽部屋の力士たちがやってきて、一緒に写真を撮ったり話すことができました。オランダで毎年スピードスケートの合宿を行っていた日本電産三強の選手の方々と毎年バーベキューを行って楽しいひとときを過ごすことができました。男子サッカー日本対オランダ戦がオランダで行われた時は、オランダの少年サッカーチーム J ドリームの子供たちがエスコートキッズに選ばれました。2016年、当時ロンドン在住だった布袋寅泰が急遽アムステルダムでライブを行ったり、お笑いの善次郎はたびたびアムステルフェーンでライブを行っていて、私のブログで告知をしてほしいと毎回連絡があります。津軽三味線の吉田兄弟がアムステルフェーンで公演をした際にも間近で見ることができました。このように日本の有名人がオランダに来る際、在オランダの日本人たちは彼らに間近で会ったり話をしたりするチャンスがあります。日本ではまずありえない貴重な体験をすることができますよ。オランダは昔から海洋国家で他国との貿易が盛んです。国土は九州ぐらいの面積で小国なため、外国とのやり取りによって経済を発展させてきました。ロッテルダムは19世紀からの貿易港で、現在でもヨーロッパ最大の貿易港です。オランダ人はオランダ語のみならず数カ国語を話す人が多いです。特に英語に関しては子供から老人まで流暢に話します。私はオランダにいた6年間で英語が話せないオランダ人を見たことがありません。私は恥ずかしながらオランダ語をほとんど話せません。みんな英語を話すのでオランダ語を勉強する必要がなかったのです。ただし交通機関、スーパーの食材などの表示はオランダ語なので、重要なオランダ語の単語は知っておいた方が良いですね。私がオランダに住んでいた6年間、一度も地震はありませんでした。また、台風、ハリケーンはなく、ゲリラ豪雨もありません。オランダは雨が多いですが、自然災害というのは皆無です。これは非常にありがたく、安心して住むことができました。逆に言えば、日本は地理的、地形的にも自然災害が非常に多い国ですね。オランダは北緯52度、北海道よりはるか北、カラフトと同じぐらいの緯度のため、秋から春にかけてはかなり寒いです。そのメリットとしては、日本にいるような害虫がオランダにはいないことです。まず、オランダにはゴキブリがいません。少なくとも私は見たことがありません。私は G が大嫌いなので、G がいないというのはかなりありがたかったです。移住先として日本人に人気のマレーシアやタイには害虫がたくさんいますので、その点からもオランダ移住は良いですね。ただし蚊はいますのでご注意ください。また害虫ではないですが、オランダでセミの鳴き声を聞いたことがないので、セミもいないですね。夏にセミの鳴き声が聞けないというのはちょっと寂しいですね。逆に日本にはいないシルバーフィッシュという虫をたまに見かけました。日本名はシミといって、体長1センチメートル前後の銀色でムカデのような動きをします。家でもたまに見かけましたが、動きも遅いし白っぽいし、怖さは全くありませんでした。オランダは北欧諸国と並んで先進的な社会制度があり、最先端の医療を受けることができます。保険の種類にもよりますが、医療費は無料でした。薬は有料ですが、診察料、手術費、すべて無料です。私は盲腸で入院して、カテーテル手術を受けましたが、無料でした。ただし、歯医者は高いです。歯医者の費用は日本の数倍で、神経治療は1回でほぼ全て終わるのですが、10万円から20万円かかります。オランダ移住の前に、日本で歯科治療を受けておきましょう。水や空気がきれいなオランダ。野菜や肉、魚、その他食品についても安全に配慮されていて、ほとんどの食品で無農薬のオーガニック食品を選ぶことができます。例えば卵は
4段階に格付けされていて、0は地鶏の健康で安全な卵、3は抗生物質入りの餌を食べている鶏の卵となります。人それぞれの考え方、予算によって選べるというのが良いですね。農薬は少なく、家畜の餌に含まれている抗生物質は EU 基準より高い基準で減らしており、日本よりも安全な食料を容易に得ることができます。食品の安全性が高いというのは安心ですね。私はオランダに6年間住んでいて、差別的な言葉を言われたことが一度もありません。オランダの人口1700万人中 25% にあたる約420万人が外国人です。オランダは古くはアフリカからの黒人奴隷、そして移民や避難民を積極的に受け入れているため、人種のるつぼです。ウクライナ難民も積極的に受け入れています。多種多様な人々がいるため、慣れていることもあると思いますが、差別やひどい仕打ちは全くありませんでした。これは当たり前ではなく、非常に素晴らしいことだと思います。というのも、オランダの前にイタリアに住んでいた時は、頻繁に差別的なことを言われました。その点、オランダでは差別はなく、穏やかに暮らすことができたので、今でもオランダ人には感謝しております。以上、オランダ移住の際には、メリットだけでなく、デメリットも含めて検討してください。ご視聴ありがとうございました。